少し想像してみてください。あなたが今心から愛している猫がゴミ箱を漁る害獣と呼ばれ、病気になれば川に捨てられ、その名前を誰にも呼んでもらえなかったとしたら、それが今から約100年前、世界中の猫が置かれていたリアルな現実でした。この残酷な世界を変えたのは、政府でも大富豪でも有名な科学者でもありませんでした。一人の67歳の女性とたった一匹のオフィス猫でした。1927年、イギリス。猫のためだけに声を上げた極めて先駆的な組織がこの世に誕生しました。その名はキャッツプロテクションリーグ。現在もイギリス最大の猫福祉団体の猫専門保護団体として知られるキャッツプロテクションの前身です。創設者の名はジェシー・ウェイド。彼女が団体を立ち上げたのはなんと67歳の時でした。老後の陰キャを勧められるような年齢で、なぜ彼女は立ち上がれたのか。これは猫が道具とされていた暗黒の時代に、たった一匹の猫との絆から世界を変えた一人の女性の不屈の愛の物語です。19世紀のイギリスでは、すでに動物を守ろうとする声が生まれていました。1824年には、世界初の動物保護団体 SPCA が設立され、働かされる馬や牛への虐待を止めようとする運動が少しずつ広がり始めていたのです。しかし、その救いの光はすぐには猫へと届きませんでした。猫とはネズミを取るための道具。怪我をしても病気になっても誰もその痛みに気づこうとしない。そんな小さな命が冷たい路地裏にあふれ返っていた時代でした。だからこそ猫のためだけに声を上げることは当時としては異端であり、並外れた勇気のいる行動だったのです。そんな時代にロンドンの出版社で秘書として働いていたジェシー・ウェイド。彼女のそばにはいつも一匹の猫がいました。名前はティビー。インクの匂いが漂う小さな仕事場で、積み上げられた原稿の隣に座り、毎日を共に過ごした相棒です。ティビーはただのネズミ捕りではありませんでした。人の気配を敏感に読み、疲れた顔をしている人のそばへそっと寄り添う。名前を呼べば小さな耳を動かし、優しく撫でれば安心したように目を細める。ジェシーはティビーと過ごす日々の中で深く理解していきました。猫とは決して冷たい動物などではない。言葉を話さないだけで、この子たちにも確かな感情があり、痛みがあり、そして生きたいという強い願いがあるのだと。しかし、一歩オフィスの扉の外に出れば、現実はあまりにも残酷でした。野良猫は汚い。迷惑だと追い払われ、家で飼われていた猫でさえ病気になれば簡単に捨てられる。ジェシーは何度も胸を締め付けられたはずです。もしティービーがあの路地裏に生まれていたら、もし誰にも名前を呼んでもらえなかったら、猫たちに必要なのは目先の食べ物だけではない。安全な寝床、病気の治療、そして何よりこの命にも価値があると認めてくれる人間の眼差しなのだと。1927年、ジェシーは67歳になっていました。普通なら老後の陰キャを勧められる年齢です。しかし彼女の情熱は燃え尽きるどころか、さらに大きくなっていました。彼女は同じ思いを持つ人々と共にロンドンのカクストンホールへ集結。世界初の猫専門保護団体を
自ら作り上げたのです。当時の彼女には大きなシェルターも十分な資金もありませんでした。持っていたのはペンと紙、そして絶対に諦めない心だけでした。ジェシーは記事を書き、猫には清潔な水が必要です。寒さをしのぐ場所が必要です。そして愛情をかければ猫は必ず応えてくれるのです。と社会へ訴え続けました。1931年には猫だけを主役にした機関誌を創刊。後にザ・キャットと名を変え、社会の片隅で見過ごされていた命にもう一度光を当てるための言葉の武器として長く発行され続けました。たかが猫のために。もしかしたら彼女はそんな冷笑を何度も浴びたかもしれません。けれどジェシーが問いかけていたのは猫の問題だけではありませんでした。弱いものを弱いまま切り捨てる社会に本当の優しさはあるのか。声を持たない存在の痛みに気づけない社会で人は本当に成熟したと言えるのか。彼女は私たち人間の心そのものに問いかけていたのです。ジェシーはまた女性の権利運動にも深く関わった人物でした。動物だけでなく声を奪われた全ての存在の尊厳を守るために彼女は生涯をかけて戦い続けたのです。年齢は彼女の足を止める理由にはなりませんでした。67歳で団体を立ち上げ、75歳で第一線を退いた後も病と闘いながら命を救う活動を支え続けました。そして1952年、ジェシー・ウェイドは最後まで猫たちの輝かしい未来を信じながら92歳でこの世を去りました。ジェシーが変えたのは目の前の猫の運命だけではありません。害獣から家族へ、道具からかけがえのない命へ。猫を見る人間の目そのものを変えたのです。現代の私たちは保護猫、譲渡会、TNR、地域猫活動といった言葉を知っています。日本でも行政と民間が手を携え、小さな命を新しい家族へとつなぐ活動が今この瞬間も続いています。でもこの当たり前は決して最初からあったものではありません。誰かに笑われても否定されても100年前に最初の声を上げ続けてくれた人がいたから今があるのです。もし今日あなたのそばで猫が安心して眠っているなら、もし街で出会った猫に少しでも温かい目を向けることができるなら、その背景にはジェシー・ウェイドのような先駆者たちの不屈の愛があります。彼女はきっと猫たちにこう約束したのでしょう。あなたたちは邪魔者なんかじゃない。あなたたちは愛されるために生まれてきた命なのだ。その約束は100年の時を超え、今も世界中の保護猫活動の中に力強く生き続けています。